どうも、モブです。今回は、伝説投球のスキルルーン、選択ガイドについての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、スキルルーン選択ボックスの受け取り方についてだよ。該当のアイテムは、先週から開催されている、ログインボーナスイベントの8日目で獲得することができるよ。また、3週目には、貴重な影のアイテムをたくさん獲得できるので、この期間できるだけログインするようにしよう。次はスキルルーンのランキングについて紹介するよ。まずは S ランクから。 S ランクは普段からよく使うもので、性能も破格級であるスキルルーンを抜粋したよ。一つ目はバイルスラッシュだよ。おそらく今回の選択で多くの人がバイルスラッシュを選ぶと思うけど、破滅やギルドボス、光の攻防バラン、その他コンテンツを含め使用率がかなり高く、ダメージも大きいので、誰から見てもトップクラスのスキルになるよ。2つ目は真空派だよ。真空派はバイルスラッシュがダメージの観点でトップだとすれば、デバフ要素や汎用性という点でトップクラスのスキルになるね。また真空派はブレイク特大の効果と受けるダメージ増加のデバフに加え、強力なスキルであるバーティカルアーツのダメージ増加、さらにスキルの特徴として引き寄せる効果を持ち、様々なコンテンツで使用することが可能だよ。次は A ランクについて紹介するよ。 A ランクの基準は S ランクには劣るものの、使用率が極めて高いものを抜粋したよ。一つ目は砲火だよ。砲火に関しては破滅の力をやり込んでいる人ならわかると思うけど、両腕を容易に破壊することができるよね。また土器の戦場でも使用されることが多く、広範囲かつボスモンスターから通常モンスターまで討伐することが可能なため、強力なスキルになるよ。2つ目は雷鳴についてだよ。雷鳴はブレイクゲージの有無に限らず、ほとんどの敵に対して高いダメージを安定して叩き出すことが可能だよ。またギルドボスでも使用されている上に、今回の時の戦場でも重要な役割を果たしていたよね。3つ目は暗影についてだよ。暗影は自身の HP を消費して高いダメージを叩き出すことが可能なスキルだよ。また火力、攻撃範囲、スキル発動の時間を含め全てにおいて評価が高く、ギルドボスや破滅の力、土器の戦場などで使用率が極めて高いスキルになるよ。次は B ランクについてだよ。 B ランクの基準は使用先が明確なもので、現在使用率が高くなっているものを抜粋したよ。一つ目は吸収についてだよ。吸収はブレイク賞に加え、特定条件でのブレイク後のダメージ増加の効果があるよ。そのためブレイク後に一気に倒すステージやブレイクゲージが復活するような敵に有効で、土器の戦場や光の攻防デイモスで使用するよ。またスキルの特徴としてある程度移動することも可能なため、非常に使いやすいスキルだね。2つ目は疾風についてだよ。疾風はブレイク中とブレイク効果を増加させる効果があるよ。そのためブレイクゲージが硬い敵やブレイクゲージが復活するステージで多く採用され、今回の時の戦場や光の攻防デイモスでも大活躍しているスキルになるね。3つ目は消滅撃についてだよ。消滅撃はブレイク特大に加え、クリティカルダメージを大きく増加させる効果があるよ。またブレイクスキルの中でも高いダメージを叩き出すことが可能だよ。現在では光の攻防デイモスの非属性編成で組み込まれることが多く、使用率が高くなってるね。4つ目は残影剣についてだよ。残影剣はブレイク特大に加え、防御力を増加させる効果があるよ。またスキル使用中は無敵になるため被弾が多く、体力が削れやすい光の攻防デイモスではかなり戦いやすくなるよ。5つ目はレイドカットについてだよ。
レイドカットはブレイクゲージがない敵に高いダメージを叩き出すことが可能なスキルだよ。また光の攻防デイモスの光属性編成で組み込まれ、破滅の力や土器の戦場でも使用することが多いよ。6つ目はソニックバーストについてだよ。ソニックバーストはコア攻撃のダメージ増加の効果があるため、延長霊を使用する際に編成するよ。また光の攻防デイモスや破滅の力での使用率が高く、現在では旬なスキルになるね。次は C ランクと D ランクについてだよ。これらのスキルは普段使われることが少ないものの、特定のコンテンツや状況次第で活躍しているものになるよ。またここに記載のないスキルは使用することがめったにないので、よほどのことがない限りは選択しないようにしよう。次はスキルルーンの主な使用先を説明するよ。説明する理由はランキングよりどのコンテンツでどのように使用するかが重要になるからだよ。まずはギルドボスについて見ていこう。ギルドボスでは全属性が弱点となるため、様々なスキルを使用することが可能だよ。しかし実際に蓋を開けてみると、やはり最強クラスの真空波、バイルスラッシュ、雷鳴、暗影スキルが使用されているね。次は光の攻防について見ていこう。光の攻防はギルドボスとは違い、それぞれに弱点属性が設定されているよ。また詳しく見ていくと、ボルカンとバランでは真空波が使用されているね。さらにボルカンではウィンドシュラウドではなくてもバイルスラッシュでも容易に討伐することが可能なため、最近始めたプレイヤー目線でもおすすめのスキルになるね。その他にデイモス戦では先ほど紹介した消滅撃、残影剣、ソニックバースト、レイドカットを使用するよ。それぞれの攻略に使用している編成に合わせて使い分けよう。また現在ではデイモスのハード難易度の討伐イベントが開催中のため、これらのスキルから選択するのも悪くないね。次は破滅の力について見ていこう。破滅の力では2つの異なる弱点属性が中央期に変更されるよ。現在の環境では火属性、光属性、闇属性ビルドが強いかな。そのため水属性や風属性ルーンは使用率が低いのが現状だね。また腕を破壊するのに適しているスキルが砲火と亀裂、得点を稼ぐことに適しているのがソニックストリームになるよ。しかし破滅の力では新しく登場するハンターや武器によって編成が常に更新される状況だよ。そのため現時点で活躍していない属性武器やルーンがいきなり頭角を現すことも考えられるよ。自分の予想では3月に竜ハンターが風属性で実装され、5月の1周年では水属性として新キャラが追加されると思うよ。さらに6月には破滅の力が難しくなるため、状況も大きく変わりそうだね。最後に土器の戦場についてだよ。土器の戦場では今シーズンから弱点属性が1つ追加されて2つになり、耐性属性も追加されたよ。そのためこれまでとは編成や立ち回りが大きく変わる可能性が考えられるけど、これまでに使用したスキルルーンをまとめてみたよ。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。